どうも、今日もゲームの世界へようこそ。ゲーム紹介担当のかやもりと、お供のずんだもんなのだ。一度足を踏み入れたら最後、常識が通用しない世界から抜け出せなくなる。なんだか物騒な始まり方だけど、今日はどんなゲームを紹介するつもりなのだ？今回はスイッチで遊べる独自の世界観と尖ったシステムを持つ傑作を15本紹介します。圧倒的な映像美から精神を削るホラー、そして時間を忘れる中毒ゲームまで厳選しました。普通のゲームには飽き飽きしていたところだし、刺激的な体験を早く教えてほしいのだ。それでは早速見ていきましょう。たった一人で開発されたとは信じがたい、超美麗なグラフィックが画面を圧倒する、ブライトメモリー、インフィニット、30% オフの1400円。1月13日まで、本作は銃と刀を組み合わせて戦う、ハイスピードな SF アクションシューティングです。舞台は2036年の近未来、超自然科学研究機構の隊員視野となり、異変の謎を追います。最大の特徴は実写と見まがうほどのグラフィックと、流れるようなコンボアクションの爽快感です。これが個人開発の映像だなんて信じられないくらい綺麗でワクワクするのだ。そうですね。まるで映画を動かしているような感覚こそが本作の醍醐味です。銃で牽制し、刀で敵の弾を弾き返し、EMP スキルで空中に浮かせて追撃するなど多彩な攻撃が可能です。遠くから撃つだけじゃなくて、刀でズバッと切り込むのが最高にかっこいいのだ。ただプレイ時間は短めなので、一本の濃密なアクション映画を見るつもりで遊ぶのが良いでしょう。少し過激な表現が含まれるため Z 指定ですが、刺激的なアクションを求める方におすすめです。僕の華麗な剣さばきと射撃テクニックで、どんな敵もスタイリッシュに倒してやるのだ。猫とバターを塗ったトーストが出会うとき、重力の法則が崩壊する、キャトー、20% オフの1144円。1月13日まで、本作はネットミームである猫とバタートーストのパラドックスを題材にしたパズルアクションです。猫は死から着地する、トーストはバターを塗った面から落ちる、という法則を利用して進みます。猫とトーストを別々に操作しますが、2つが合体することで反重力が発生し、空を飛べるようになります。猫ちゃんがトーストを背負ってふわふわ浮いてるのがシュールで可愛いのだ。見た目はシュールですが、合体して高い場所に移動したり分離してスイッチを押したりと、ギミックは本格的です。高い壁も反重力でひとっ飛びだし、僕もトーストを背負って空を飛んでみたいのだ。残念ながら現実性はただ汚れるだけですが、ゲーム内ではドット絵の可愛さとパズルの楽しさが融合しています。アクションが苦手な方でも楽しみやすく、猫好きなら間違いなく笑顔になれる一本です。パズルを解いた後の猫ちゃんの仕草が可愛すぎて、失敗しても全然イライラしないのだ。中世の兵器をクラフトし、物理演算の力で敵情を粉々に破壊し尽くす、石意地、30% オフの1540円。1月13日まで、本作はパッツを組み合わせて自分だけの工場兵器を作り、ステージごとの目標を達成するシミュレーションです。投石機や戦車、あるいは空飛ぶ爆撃機など、プレイヤーの想像力次第でどんなマシンも作れます。ただし物理演算がリアルに働くため、構造が脆いと動かした瞬間に自壊してバラバラになります。僕の考えた最強の破壊兵器を作って、敵の兵士たちを吹っ飛ばしてやるのだ。意気込むのは良いですが、武器を積みすぎると自分の重みに耐えきれずに自爆するのがこのゲームの日常です。あ、まだ敵に届いてないのに勝手にタイヤが外れて燃えちゃったのだ。そうやって試行錯誤を繰り返し、完璧なマシンで敵情を木っ端みじんにした時のカタルシスは格別です。正解のないパズルとして楽しむもよし、兵器開発者としてロマンを追求するもよしのサンドボックスです。次こそは絶対に壊れない頑丈な戦車を作って、このステージを更地にしてやるのだ。迫り来る敵と従前に抗いながら、少女はただ生き残るために銃を取る、旧国のスネ人化、20% オフの944円。1月13日まで、本作は民間軍事企業に就職した少女スネ人化となり、防衛拠点を守り抜くシューティングゲームです。次々と押し寄せる敵を倒して給料を稼ぎますが、そこから税金や家賃などが容赦なく天引きされます。手元に残ったわずかなお金で武器を強化し、さらに激化する翌日の戦いに備えなければなりません。一生懸命働いたのに、税金でほとんど持っていかれるなんて世知辛すぎるのだ。その世知辛さこそが本作の魅力です。溶鉄のマルフ社の続編にあたり、世界観は極めてディストピアです。こんなブラックな職場は辞めたいけど、家賃が払えないと追い出されちゃうのだ。生きるために戦うしかないのです。ランダムな強化カードの選択が鍵となり中毒性も抜群です。過酷な労働の果てに少女が何を見るのか、マルチエンディングの物語を見届けたい方におすすめです。僕がスネジンカちゃんを最強の兵士に育て上げて、この借金地獄から救い出してあげるのだ。華やかなアイドル業界の裏側で、スキャンダルといじめの火消しに奔走する、アイドルマネージャー、40% オフの1488円。1月13日まで、本作はアイドル事務所のプロデューサーとなり、次世代のスターを育成する経営シミュレーションです。楽曲のリリースやライブ開催といった表の業務だけでなく、メンバー間の不和や熱愛発覚への対処も求められます。資金繰りが厳しければ、怪しい大人からの融資を受けたり、メンバーに過酷な営業をさせる必要も出てきます。みんな仲良しのキラキラしたアイドルを作りたいけど、お金がないと事務所が潰れちゃうのだ。理想を追うには金がいるのです。メンバーには寿命があり、卒業と加入を繰り返してグループを維持します。やっと人気が出たセンターの子が彼氏バレで炎上したけど、どうすればいいのだ？そこが腕の見せ所です。
スキャンダルをもみ消すか解雇して見せしめにするか、冷徹な判断が試されます。綺麗事だけでは生き残れない芸能界のリアリティと、底なしのやり込み要素を味わいたい方におすすめです。どんな汚い手を使ってでも僕の事務所を業界ナンバーワンの帝国にしてみせるのだ。巨大な竜の背中で村を作り、地上を徘徊する害獣たちと戦いながら空を行くドラゴノーカ。 30% オフの1386円。1月13日まで。本作は巨大な竜の背中にある村を運営し、竜と共に世界を旅する牧場系シミュレーションです。プレイヤーは村長となり、農業や炭屋を行って村を発展させ、新しい住民を迎え入れていきます。特徴的なのはガノ竜との戦闘が発生すること。村人たちも砲台を使って迎撃に参加します。背中の上で農業をするなんて楽しそうだし、ゆうちゃんにご飯をあげて仲良くなるのだ。仲良くなるのも大事ですが、同時に戦力強化も必須です。住民ほどの部屋に住ませるかで村の強さが変わります。村のみんなと力を合わせて襲ってくる悪い竜をドカンと撃ち落とすのだ。そうして撃退しながら地上を移動し、未開の資源を探す冒険感が本作の醍醐味です。牧場物語のようなスローライフとタワーディフェンスの戦略性が融合した時間泥棒な名作です。最強の村を作って竜の背中の上で悠々自適なスローライフを満喫するのだ。言葉の通じない未知の女性と二人きり、頼りになるのは推測と観察だけ。セブンデイズとエンドイズユー。 30% オフの826円。1月13日まで。本作は記憶喪失の主人公となり、そばにいる女性の言葉を解読していく新感覚のアドベンチャーです。彼女は架空の言語を話すため、最初は全く意味がわかりませんが、状況や表情から単語の意味を推測します。例えば買い物を指していった単語を赤と登録するか、リンゴと登録するかで、その後の解釈が変わります。何て言ってるかさっぱりわからないけど、僕にニコニコしてるから悪口ではないはずなのだ。そう信じたいところですね。プレイヤー自身が辞書を作るシステムなので、あなたの解釈次第で物語が変わります。きっと愛してるって言ってるに違いないから、そういうことにして辞書に変えちゃうのだ。あなたがそう定義すれば、それがこの世界の真実になります。7日間で彼女との関係性をどう築くか次第です。言葉を理解しようとする過程そのものがゲームになった、考察好きにはたまらない一作です。僕の翻訳センスを信じて、彼女の本当の思いを絶対に突き止めてみせるのだ。時間を自在に操る少女と猫が、監視ロボットの目を盗んで未来への道を切り開く、タイムライ。60% オフの880円。1月13日まで。本作は時間を飼育馬のように巻き戻したり早送りしたりできる、ステルスパズルゲームです。少女と猫を操作してゴールを目指しますが、敵に見つかっても即座に時間を巻き戻してやり直せます。未来の出来事を知った上で最適な行動パターンを組み立てて、一度も止まらずに進む正解を作り出します。失敗してもすぐに時間を戻せるなら怖くないし、未来予知みたいでかっこいいのだ。その通り、トライアンドエラー自体が能力なのです。少女と猫の行動が完璧に噛み合った時は快感ですよ。猫ちゃんをおとりにして、その隙に僕が駆け抜ける完璧な作戦なのだ。再生ボタンを押した瞬間、その作戦が美しい映像として流れます。言葉による説明なしで直感的に遊べるのも良いところです。パズルとしての完成度が非常に高く、クリア後には一本の美しい映像作品を見たような満足感が得られます。時間を操る能力があれば、遅刻しそうな時も余裕で間に合うから欲しいのだ。書類を作成して被疑者を追い詰める。その正義は誰のためのものなのか。リーガルダンジョン。50% オフの490円。1月13日まで。本作は警察の捜査チームリーダーとなり、捜査書類を作成して事件を処理するアドベンチャーです。供述調書や事件報告書を読み込み、キーワードを組み合わせて起訴か不起訴かを決定します。重要なのは真実ではなく警察内部の点数評価であり、時には正派のために事実をねじ曲げる誘惑に駆られます。犯人を捕まえるのが仕事だけど、点数がもらえないと僕が出世できないのだ。そこが一番の悩みどころです。被疑者を自白に追い込むか、あえて証拠不十分にするか、点一つで人生が決まります。冤罪かもしれないけど、ここで逮捕しないと僕の評価が下がっちゃうのだ。その葛藤こそが本作の核です。ダンジョンという名の書類の山と戦い、罪悪感と向き合うことになります。派手なアクションもありませんが、テキストが生み出す重苦しい緊張感に浸りたい方におすすめです。何が正義なのかわからなくなってきたけど、僕は自分の信じる道を進むしかないのだ。ここは未来のグリッチシティ。カクテル一杯で運命を変える夜がある。バルハラ。33% オフの1447円。1月13日まで。本作はサイバーパンクの都市のバーでバーテンダーとなり、客にカクテルを提供するアドベンチャーです。会話の選択肢は存在せず、提供するカクテルの種類によって客の反応や物語の展開が変化します。甘いお酒で相手を癒やすか、強いお酒で酔わせて本音を聞き出すか、全てはあなたの裁量次第です。お客さんの愚痴を聞きながらシャカシャカとお酒を作るのは大人の気分なのだ。訪れる客も一癖あります。アンドロイドや喋る犬、水槽の中の脳みそなど個性的な彼らとの会話を楽しんでください。変なお客さんばっかりだけど、みんなそれぞれ悩みを抱えて生きているのだ。レトロなドット絵と素晴らしい BGM が本当にバーのカウンターに座っているような没入感を生んでいます。激しい戦いに疲れ、少し大人びた物語と安らぎを求めたい夜に最高の一杯となるゲームです。僕特製のスペシャルカクテルで
お客さんの疲れを吹き飛ばしてあげるのだ。街に迫り来る古き神々の狂気、1ビットの世界で理不尽な破滅に立ち向かう恐怖の世界、13% オフの2105円。1月13日まで。本作は往年の怪奇漫画やコズミックホラー作品に強く影響を受けたホラー RPG です。1980年代の PC ゲームを意識した白黒の1ビットグラフィックが不気味さと想像力を強烈に刺激します。街で起こる怪事件を調査しますが、ステータス異常や産地の低下により探索は常に死と隣り合わせです。白と黒だけなのに血の色が見える気がするし、変な化け物が出てきて怖いのだ。その見えない部分を脳が保管してしまうのが恐怖の正体です。イベントはランダムで理不尽なものばかりで、どう対処するのか重要です。お風呂に入ってただけなのに、なんでこんな目に遭わなきゃいけないのだ。コズミックホラーにおいて理由などありません。ただそこにある狂気から知恵を絞って生き延びるのです。日本のホラー漫画へのリスペクトが詰まった悪夢のような体験を味わいたい方におすすめです。こんな怖い街からは早く引っ越したいけど、呪われてて出られないのだ。愛した相手は異形の頭部を持っていた。狂気に満ちた学園で育む歪んだ純愛。狂気より愛を込めて 20% オフの1760円。1月13日まで。本作は絶対に会話が噛み合わない男たちとの恋愛を描く異色のアドベンチャーゲームです。主人公は私立学園に転校してきた高校2年生。しかし攻略対象の彼らは全員頭部が異様な物体です。一見ギャグのように見えますが、彼らの会話には常にノイズが混じり、世界そのものが狂っていることに気づきます。頭が爆弾だったりお花だったり個性的すぎるけど、どうやってキスするのだ。物理的な問題もですが、精神的にも常人には理解不能です。それでも物語を進めると異常さが浮き彫りになります。最初は変な見た目だと思ってたけど、だんだん可愛く見えてきた僕も狂ってるのだ。それこそがこのゲームの狙いです。恋愛ゲームの皮を被った何かを目撃することになるでしょう。普通のイケメンには飽きてしまい、刺激的すぎる愛の形を知りたい方におすすめです。見た目なんて関係ないし、愛さえあればどんな異形とも幸せになれるはずなのだ。両手両足を奪われた少女は悪魔と契約し、復讐の炎を燃やして巨悪へ挑む気略のノエル。60% オフの992円。1月13日まで。本作は悪魔と契約した少女ノエルと大悪魔カロンのコンビが織りなす電気アドベンチャーです。かつてピアノコンクールで優勝確実と言われながら、罠にはめられ全てを失った少女の壮絶な復讐劇を描きます。マップ探索や戦闘といったゲーム要素と、少年漫画のように熱いストーリー展開が見事に融合しています。手足がないのに戦うなんてすごすぎるし、悪魔のカロンも口は悪いけど頼もしい相棒なのだ。二人の絆こそが本作の魅力です。連載型シナリオが一つのパッケージになり、ボリュームも圧倒的です。悪い奴らを一人ずつ追い詰めて、奪われたものを取り返す逆転劇が気持ちいいのだ。絶望的な状況から知恵と絆で立ち上がる姿は、プレイヤーの心を熱く震わせること間違いありません。キャラクターの成長と、2点3点する重厚なドラマをじっくり楽しみたい方におすすめです。僕もカロンと契約して、最強の復讐者として暴れ回ってやるのだ。夜な夜な怪しい実験を繰り返す父。その恐ろしい秘密を愛娘が暴いてしまう。マット・ファーサー。40% オフの588円。1月13日まで。本作は呪われた屋敷を探索し、狂った父親の真実に迫るホラーアドベンチャーゲームです。主人公の綾となり、屋敷の中に解き放たれた異形の実験体や霊から逃げながら、父を救おうとします。探索を進めるにつれて明らかになる父の日記や実験の記録が、生理的な嫌悪感と恐怖を煽ります。お父さんは優しい人だったはずなのに、地下室で一体何をしてたのだ。その信じがたい真実を目の当たりにするのが本作であり、リメイク版ではグラフィックの一新により恐怖が増しています。チェーンソーを持った男が追いかけてくるけど、隠れる場所がないのだ。美しいドット絵で描かれる残酷な描写と、マルチエンディングで描かれる救いのない結末を見届けてください。名作フリーホラーの系譜を受け継ぐ、異色も残酷な物語に触れたい方におすすめです。やっぱりお化け屋敷みたいな家には住みたくないから、普通の家で暮らしたいのだ。楽しいはずの文化祭が一転、閉鎖された異空間の校舎で絶望的な死の運命が待つ。コープスパーティー、ブラッドカバー、リピティッドフェア、66% オフの1000円。1月13日まで。本作は廃校に閉じ込められた高校生たちが、怨霊の徘徊する校舎からの脱出を目指すホラーアドベンチャーです。幸せの幸子さんというお呪いを行ったことで、死体だらけの天神小学校へと飛ばされてしまいます。最大の特徴はダミーヘッドマイクを使用した 3D 音響で、耳元で囁かれる怨霊の声が精神を削ります。イヤホンしてると、本当にすぐ後ろに誰かいるみたいで鳥肌が止まらないのだ。ヘッドホン推奨ですが覚悟が必要です。選択肢を間違えれば即座に残酷な死を迎えるバッドエンドが待っています。友達がどんどんひどい目に遭っていくから、僕だけでも助かりたいのだ。その極限状態での人間ドラマも見どころです。可愛い見た目とは裏腹に、人間の狂気と霊的な恐怖が入り混じっています。ホラーゲームの金字塔として名高い、逃げ場のない絶望と恐怖を体験したい方におすすめです。もう呪いなんて二度としないし、家に帰って布団にくるまって震えるのだ。今回は以上になります。個人的な一押しは、旧国のスネ人か、けなげな少女が過酷な労働環境で戦う姿と、強化を重ねて無双する爽快感のギャップが癖になります。僕は、ビシージではちゃめちゃな兵器を作って、
物理演算の神様になるのだ。この動画が少しでも参考になったら、チャンネル登録と高評価をぜひお願いします。みんなの応援が僕たちのやる気スイッチになるから、ポチッと押してほしいのだ。それでは、また次のゲームの世界でお会いしましょう。